どうもフィッシャーズマサイです。シェイクです。ゆうちゃんです。ゼロ元木ということで、は今日はですね、お知らせしたいことがございます。はい、そうですね。はい。ね、お知らせ。かなりね、僕にとっては大きなお知らせなんですけど。そうですね。そうよな。一大決心じゃないですか。はい。言いますか。はい。そうだ、言っちゃえ。僕、マサイ、お家を買いました。すごい。これはすごいですよ。すごいことだよ。これはすごい。拍手。ありがとうございます。いや、なんか家買うってさ、ドラマあるよな。いや、かなりドラマあるよ、今回。人生の中でもかなり大きい決断だしさ、そういうドラマもあったし、家を買うっていう。そうよ。ちょっと違うよね。家買うって。まずね、こう報告するべきはフィッシャーズからかなと思って。はい。ね、お家をね、探検しようか。はい。ね、先にね。で、うん、先に探検した後、どういう理由で買ったのかっていうのをね、みんなにも紹介できたらと思います。あー、くれよ。うん。じゃあ、早速探検しよう。はい。おっしゃ。全然くせいんだけど。何言ってんの？お前海外じゃねえんだからさ。どこからだな。ここからダメ。見りゃわかるじゃん。ここまで聞いて大丈夫でしょ。そう、お前もなんか乗っかってるのかよ。新居初心者だからね。積極的にお邪魔するね。積極的にどうぞ。あ、そういう、あ、そっか。ここだもん。そういう作法だよね。あんま汚しちゃいけんから。確かに。じゃあみんな。いいよ、別に普通の靴。お前だって家主見ろよ、普通じゃねえか、これ。え？あ、ごめん。合わせていいから。ちげえ。ごめん。新居は汚しちゃいけない。そうだね。どうぞ。お邪魔します。じゃあします。上がってください。うわー、すげえじゃん。どこまだまだどこも見てないの。すげえじゃん、白。壁だよ。すごいじゃん、まだ全然世の中を知らないんだな。まだね、これからね、汚れをね、知ってくんだよ。どこに迷路書くの？まさに迷路書くんまさに俺の実家に迷路帰った時あったよね、俺がちっちゃい頃ね。でもそれやんのもう俺じゃねえから。あ、そっか。大人になったもんね。俺はもう大人になってる。俺書くの得意だから書いてもいい？お前は書く。うわ、めっちゃもったいぶってるやん、お前。全然何も入ってないよ。上段には何入れんのこれ。この上の方には何入れんのこの上段には。俺何しようかな。何でしょうか。まあ何も考えてねえエアジョーダンやろうが。そうやろ。上の方に入れる。上段には何？エアジョーダンやろ。や。ぜ自信満々にエア親父ジョーダンやろ。その話はもうないきっつったら行こうか。待って。こっちやね、リビングです。冗談はそれくらい。何よ。紹介させてよ、早く。紹介するからな。今しようって段階でおかしいだろ、だから紹介するのは俺なんだいいよ。これトイレ。え？本当に？マジトイレついてるの？開けていい？え、すごくない？トイレとキッチンは一緒？一番わけわかんない。一番わかんない。もう帰る。何？いやいや、おいとましてよ。そうなの？まさかそんな。なんかあった。香りの話だ。そうよ。香りの話。そうよ。ああ、いいね。待って、押してと。びっくりした。準備ね。お前こいつが？うん。俺だろ準備するの。お前が準備したんで。開くこれ。開く。風しかなかったでしょ。うん。そうだよ。まあいい風だなぐらい。まあ玄関にトイレがあるってすんげえ助かるよね。確かにね。すぐね。だってもう入れる。行ってきますでやっぱトイレ行こうかなって瞬間ある。出かける前と帰ってきた後が一番トイレ行きたくなるから。そうでこれめっちゃ助かるこの位置。確かにめっちゃ間違いないわ。あれだね、扉が結構あったかい色だからいいな。うん。そうだね。このリビングの方に向かうこの扉さ、ちょっと海外っぽいよね。ガラスすごいなみなみじゃんこれ。パスタ入れとく瓶と一緒のやつ。確かに似てるな。 DIY でさ、ここに鉄板入れとけばここに蹴って開けれるように。そんなウエスタンにはしないよ。アメリカそんな感じじゃん。うんここにさ DIY で。じゃあそっちね、もう一番でかい部屋なんで、一番暮らすとこだよね。うん、もう家族が集合するとこですね。家族いいんだよ今いない。今いない。うん。じゃあどうぞ。お邪魔します。お邪魔します。めっちゃでかいわ。広っ。うわめっちゃいいめっちゃいい。広っ。これは綺麗だ。すげえ。あ、これは綺麗。天井高くておしゃれ。でかいっしょ。でかい。天井ねこれ。マジでいいじゃん。すげえ。これはいいわ。あそこにキャベツぶん投げて。なんで？切れないだ。刻めねえ。そういう企画できそうだけど。
アスレチックこうやって鍛えられるもん。またそう出たよそれ。指掴む掴まないやつ。冗談にはエア冗談。いや、ちょっとまあ出たよ。光入ってくるからいいね。自然光が。そうだよね。そう実は床暖がついてます。床なんだね。ね。あったけ。2箇所あるんだよね。うん。左行くとこうキッチンです。あ、いいね。喋れるね。リビングが見えるんだね。そうこうやってねリビング見える。広くね。広い。いいね。もう大体これが当たり前らしい今。あ、もう主流なんだ。家作るってなると世間的に求められてるのが広いキッチンみたいなねいやまあそれはね。あ、広いよね。トレンドみたいなところがあるからこうしてるらしい。いやめっちゃ細かいけどさ、シンクの横のこのスペース昔なかったもんこんなとこ。あ、そうだね。これ大事よ。大事よ。はいこんな感じです。最高だね。で食洗機もついてますね。あ、それあるんだ。いいマジ？羨ましい。だからもう俺らの世代俺よりちょっと上の世代が食洗機があるのが当然というかそうなるほどね。いいなってなってっからもうついてるわけですよ。でもなんかワクワクするよね。いやワクワクする。食洗機いいね。羨ましいよ。これがキッチンです。キッチン。地味にここが結構いいよな。いいよね。いい。ね物を置けるよね。物を置けるし見えるじゃん。そうこれここからね。家族と会話ができるよ。そう。料理作りながらこうやってあっち見れるから。ね暮らしてる人同士の距離がね遠くならないのがいいよね。調味料とかね。まあね、こっちにレンジとかかな。ちなみになんですけどこういうねコンセント周りこれ俺増設してもらいました。あ、そうなんだ。そうやっぱいろいろ気づくんだよね。ここにコンセントあった方がいいか確かに。あ、床下収納あるよ。本当だ。まあ一旦ここに隠れるかどうか決めとこうか。な。もやもややる気満々じゃ床下収納あるね。ん。ねよし。ここを塞いでおけば誰も出られないんだよ。まあここテレビラックだね。そうだよね。ここにテレビ置いて、まあソファーこことかになるのかな。今は俺で我慢してね。どうもフィッシャーズ元木です。本日はマサイ君のお家を紹介していこうと思います。そうさ、待って。ドラマに出てくる YouTuber の像みたいなやつ。そう。それあれなんだろうね。なんだろうね。ドラマとかになると絶対にこのテンション感でやらされるんだよね。やるそう。ドゥバーみたいな感じ。最近アニメとかにも出てくる。出てくる。プリチューバーが出てきたんでしょ。あ、そうなんだ。キュアチューバーか。ドラゴンボールだと神チューバーとかさ。アニメとかよくあるよね。あるある。でいくらでもでっかいテレビ置けるからさ。そうだね。85インチとか置きたい。でかマサイの基準でかすぎて。でかいね。テレビに関しては。ここはね、まあ、サクッと紹介しちゃうけどポチってやると普通収納っすね。ああ、いいね。大きい収納があります。ここもコンセントがついて増設しました。ああ、いいね。やっぱね至る所にコンセントねあった方がいいから。まあコンセントは多い方がいいな。そうそうでさっきからなんでこんな増設強調してるかっていうとこれがマイホームだからなんですよ。なんていうの家賃とかそういうのだと増やせないの。あわかる家賃家賃じゃない家賃じゃない家賃じゃねえよ。俺も今借りてるやつだから勝手に増そうやせない。賃貸は増やせないの。リプレイしてほしいわ。家賃って言った瞬間の俺らの顔。でもこれマジでいいわ。椅子とか置いてさ、なんか勉強しながらさ、夕食来るみたいな。そうね。ああ、いいね。今風に言うとそこテレワークエリアらしい。ああ、食べ物こっちだよな。確かに。ここでコーヒー飲みながらさ、なんかやったりして。いや、俺朝やりたい。ね。ちょうどいい高さだよな。ちょうどいい高さね。日の光も入ってくるから時間帯もわかるし。そう朝起きたらここ来ちゃうもんな。来ちゃうね。リビングがつい来ちゃう場所になるっていうのは最高だよ。あ、いいね。ねわかりやすいから。リビングはこんな感じか。いいね。じゃあまだ部屋あるんで行きましょう。ね。あ、和室だ。和室いいね。おお。めっちゃいい匂い。あ、いい匂い、本当に。いや寝室やな、ここは。ここ和室です。わいいよな。これ寝室になるだろうね。これいいな。まあなんか懐かしい。落ち着くね。いいね。和室なんですけど、はい。僕がここで暮らす予定です。そうなんだ。ここで。ほら実家を買ったようなもんなんですよ。はなんで僕のね住む場所も欲しいということで。まあ自分のね、あたまにこう帰ってきた時に。そうそうまさに和室で暮らしてたことあんの？ないから暮らしたいんですよ。ああ、なるほどね。憧れ憧れなんだね。そうそうそう。和室いいっすよ。いぐさの香りにね囲まれて。どっから穴開けたらいい？この年末によくやったわ。ね、張り替えるやつね。張り替えでよくやった。俺子供の頃和室で寝てたから思うもん。和室いいなって。うん、いいよね。未だになんかやっぱ自分の家には今和室ないからね。うん。1個前かなの家にあって、そこでやっぱねちょっと
寝落ちする時とかあったから明日やっぱ居心地いいよね。いいよ落ち着くよねねまあドラえもんエリアねドラえもんエリアドラえもんエリアドラえもんエリアも面白いんですよ。飾るところもあるんです。いいじゃんモンサンクあれ俺置きたいんだよね。アリブリオクそういうことだ。川柳みたいなの置きたくね。川柳掛け軸じゃん掛け軸なんでそのなんかちょっと外してるかな。お前そんなもう多いよとそこら辺に飾っとけよもう掛け軸で前にこうね壺とかさまあいいやよね、そういうスペースでね。まあいいよねこの畳よく見るとデザインになってるんですよ。そうだね将来とりあえずここにね畳を置いていやもう畳じゃねえ置いと畳じゃねえ畳じゃねえこたつじゃないのこたつっすよ。こたつ置いてお前よくわかったらよくわかんなかったよ今。すごく努力してる今そうだよね。分かってあげようってねこたつこたつ置くのってそんなにハードル高い。もう今置けばいいじゃん今置けばいい確かにやっぱただいまって帰る場所があるところが欲しい。たまに帰るのがいいんだよなそうそうそう大事だよ、帰る場所がある。俺もよく実家にそういう感じで帰ってるしうんなんだこれあお風呂かあら綺麗もう広いすごいんだよもうね。めっちゃ綺麗だねバスユニットがもう当たり前な感じでおしゃれなの。上隠れられるやべやべやべいけるね。目つけられたよ。ここもいける新しいお風呂で入るのいいよねうんテンション上がるよなじゃあ一回もう一部屋あるんでえ、まだあんの？そう奥のねあ本当だ本当だ本当だ。おあ結構広いあらら寝室かそう寝室でございます。これ寝室だねはいあらら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 ここはうちのお父さんが過ごす予定です。おうんお父さんの部屋かなりでかいんだよね。あでかいよ広いねそうマサイの父ちゃん5人は入るなそんな入るマサイの父ちゃん5人分ぐらい入るからマサイの父ちゃんでけえからさどうしたの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 おうおっけくおうおっけくホッケ食う親父5人いんのやだな。おうおっけくここもコンセント増やした。あ本当だまあどんな風に使うか親父次第なんですけど。確かにねこれでリビングは基本終わりかそうこれで1回終わりですね。じゃあ次これ上あんだここですね。まあ2階があるってことですね。ワクワクするよね。人んちの2階ね。いいね。あらおしゃれおしゃれバラみたいな床だだからこんな感じ。ああ、いいね。 2階めっちゃ綺麗ねうわなんか海外みたいセンスいいなこ部れ。屋の感じうん。でここに1部屋で元木の後ろにもう1部屋あってでこっちにもう1部屋ねありますね。ここお手洗いかなそこはトイレだね。まあ同じような感じで。本当だねそこはですね妹の部屋になります。うわちょっと見ちゃダメじゃん大丈夫ですよまだ何もないんで。本当だね可愛らしいお部屋ですねまあここが妹の部屋ですね。すごいレンガ調のね、かわいい。本当だ。収納大きくていいね。うん面白いよねこれ。いいね女の子だからさ丈が長い洋服とかも多いと思うまあそうだね長さってありがたいと思うようんワンピースが結構あれだもんねこれ開いてんの面白いんだよね。確かに確かに。あ、まあ気になるなら上からこうまあねなんか下げられるしねうんっていう感じの部屋ですね。お父ちゃんの部屋より色合いがちょっと柔らかい。柔らかいです奥の部屋はですねう弟の部屋になります。お3人兄弟なんだよねそう俺弟妹って感じ。そうだよねはいはいはい。お邪魔します。これは広いわおお。ここは弟の部屋です。いやそれいいないや、ここいいね。ここいい後ろ。いやちょっとさ待って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 怪しいのある。おかしいな、なんかラインナップが。フレグランスとかなんか僕らはいいんだよいや、そう、隣の。そう。あれおかしいだろ、明らかに。意味わかんねえよ。ディオールの隣にミツカンは何かが違うんだよね。これで匂いつけてんのか味ポンの香りつけようってやってんのかな。これなんでここ？なんでこれわかんない俺もなんでだろうこれ。そこそこ使ってんのよ。もうそうだ本当だね鍋2回は食ったな本当は中身フレグランスかもしれないじゃん。マジで言ってんの。一回匂ったと。うんめちゃくちゃ味ポン。めっちゃ味ものめっちゃ味ポン。信じらんねえぐらい味ポン。ありがとう。でも広くていいね。いいねあお気づいたか。あー懐かしいまさの YTFF で出た時のね衣装じうんラルフローレンのねゃんね革が大好きなのよ
弟。あ、そうなの。革系の。で俺これずっとねしまってたんだけど、まあどうせならちょっとこう大事にしてくれるというか、こう革についてねこう詳しかったりとかこうケアしてくれる人がちょうど弟だったから渡しました。おー、確かにこの間マサイの家行った時に革靴手入れしてたな。うん、綺麗だね。これね久しぶりに見るといいね。ねえいいよねこれね、今楽しいだろうね。何をこっからそうだよな、今一その時期だね。ね。めちゃめちゃいい上着あるし。俺がプレゼントした。アルマーニやね。エンポリオアルマーニですね。結構綺麗めなファッションですね。それ全然俺と違うね。確かにド派手な色っていうのはあんまり入れないタイプだ。大人っぽいね。もしかしたらインナーで攻めるタイプか。顔的にもそっちが似合う。そう彫り深いんで俺より深いね。めちゃくちゃねハーフなんだよ。マサイよりハーフって感じさ。で見てあ海外の人ですかってなるのはああ、そうだね。そうだね。いやめちゃくちゃ見せてえな。でも似てるよ。似てる。似てる兄弟だなって感じする。まあまだなんもねえけどなんかこれからちゃんとできてくんだって感じするよね部屋がね。はいここが弟の部屋でした。いい部屋。モテ部屋を作ってくんだろうね。ねえ洒落た部屋作ってほしい。部屋を作ってほしいですね。一番ねこだわるからねあいつ。あ、そうなんだ。そういう部分こだわりそうだな。真ん中の部屋は結構ね子供とか男の子がめっちゃ喜ぶ部屋だった。何それ、どういうこロマンがある。はあ、それ。この部屋ですね。いいわ。この部屋。こっち方向に移してると何もわかんないんですけど、こっちっすよ。逆側こね。れいいな。来た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 。これですよ。熱いこれは。ロフト。いいね。ここで本読みたいわ。確かにゲームみたいこれ。いやこれいいね。すげえすげえ。すごいいいわ。好き。高さもねなんかめちゃくちゃ腰低くしなくていいしね。すごいいい高さ。そう。伸び伸びって感じ。部屋自体もねこうロフトと含めてねかなりでかいいやいや広いと思う。ところですね。で今ちょうどマサイのさ裏のところバルコニーめっちゃ広かった。ああ、そうなんだ。まあ本来ならね外観も見せたいところなんだけど、まあ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 ちょっとねそこはねそこはしょうがないところなんでご了承いただければ。ネオン管とかここにうわーいいねいやいいねここにうんバッチリよね。しゃれてんなーってなんか想像して思ったけどなんでこれなの？謎の腹筋ローラーが。そうこの部屋の床っつうかそのカーペットは兄弟で決めたのよ。でこの部屋ちょっと緑っぽいじゃないですかこれ。まあ人工芝みたいな感じにしたいなとしてて。あ、ジムっぽくなる。そう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 なんかジム欲しいみたいなこと言ってたの。あで多分ここは筋トレルームになる。あ、そうなんだ。うんジムの第一歩なんだねじゃあこれが。多分そうだと思う。予定になってる。どうせここ置くしみたいになってんじゃん。わかんないけど。だからね今日産んだ方いないけど普通になんかコラホとか遊びに来てほしい。ああ、確かに遊べるね。これ子供見たらテンション上がっちゃうよ。上がるよ俺らでも上がってんだもん。なんとなく自分の部屋にしたくなる。あ、ここはしたくなるな。したくなるしたくなる。そこが多分男の子心ね。確かに下でなんかテレビとか見れるようにして、この上は完全に俺多分趣味の空間にする。あだから完全そうでしょ。ここに多分布団とかじゃなくて、ここにもうなんかフィギュアとかブワー並べる。やりたいわね。ネオン管とか、そっちにちょっとミニバーみたいなの作りたいもん。夢広がるわ。いろんなこと想像できるね。遊びがあるねここ。新居って何でもできるからね。何でもできるね。しかもだってもうマサイの完全家だからさ何しても OK だもん。何してもいい本当に。朝く家を買う。早いよね。じゃあ喋りますか。というわけでうん新居の探検が終わりました。ありがとうございます。広いねいいね。はいだいぶ大きなお家を買ったんですけど。そうですね。なんで買ったのってところだよね。そうなんですよ。なんでお家を買ったのか。まあもともとこう残してある家がないというか、はいは開家はない状態だったんで、い。親の世代とかでも、おじいちゃんの世代とかでも。なんで、まあ単純にその先のことを考えたら、ちょっと持ち家欲しいな。はあ。今まで持ち家がゼロだったんだ。ゼロだった。へえ。家族のためにってことだね。そうで家族のために、まあ、俺個人の家じゃなくて次の世代とかその次の世代とかに引き継ぐための土地プラス家っていうことで完全にこうプレゼントしました。へえ。すごいね。俺の所有物ではあるんだけどもうこの先ずっとこう使っていけるような場所を買いましたって感じ。わそうそうそうだから今直近でマサイが暮らすとは考えてるってことだよね。そう完全に家族のためにっていう家だよね。家族のマイホームを。家族のマイホームを今買いました。結構でもこの決断するのが長かったね。いやそりゃそうでしょ。なるほどね簡単に決断できることではないでしょ。まあ俺らはその話聞いてたからね。そうそうそう、前に僕の元実家引っ越しましたって動画を上げたんですけど、
まああの後実は同じ建物に引っ越したんですよ。フィッシャーズとね一緒の。そう、はいはいはい。で同じ建物に引っ越した理由は、まあ、完全にその安心感と、妹と弟のこう様子を見れるっていう、そばにいるっていう感じ、そうだね。っていうところもあってその同じ建物に移動したんですよ。弟の住んでる部屋とその妹お父さんで住んでる部屋は実は別で、はいはいはい。ちょうどその僕の住んでる部屋の下が空いてて、その下が空いてるとなんか他の方が引っ越した時にちょっとこの騒音の感じで言われたら嫌だなと思ってそこ借りたわけですよ。でそこはまあ比較的リーズナブルで借りれたんで、リーザブルっつってね、まあ比較的こう安めな、まあ高いっちゃ高いんですけど、まあその価格にしてはまあ借りるなっていう金額で借りて、で弟引っ越してきたんですよね。でその後にその実家引っ越すって話になって別の階でお父さんと妹を連れてきたわけなんですけど、それはそれで良かったんだけど、1年過ごしたんだよ。で1年過ごして思ったのが、まあ家賃やっぱそれなりにするわけ。まあそうだね。それはね。やっぱり。で自分のお金からこう出してるわけで、そうするといろんな葛藤があるわけよ。まあ家族分も払ってたってことだもんね。そう、まあ俺としては家族をこう支えてるっていう意味もあって、これからも頑張んなきゃなっていうところも出てくるし、まあ今までの恩返しでもあるし、恩返しもあるし、まあ今以上昔以上にいい生活させてあげてるなっていう部分もあるし、もう俺としては良かったんだけど、ただだんだんと何かが響いてくるんだよね。いやまあそうでしょ。負担を。それめちゃくちゃ悩んでたもんね。そう、めっちゃ悩んでた。それがまあいわゆるもう皆さん気づいたと思うんですけど、単純にお金をこう自分に使っていないっていう部分、あまりにそういう部分でだんだんとこう今まで考えてなかった部分が出てきちゃったわけど、この1年で。じゃあこれをこのモヤモヤとかを解消するにはどうすればいいんだって思った時に家を買おうってことになりました。一発ドカーンっていう。そう一発ドカーンって買ってもう一生自分のものにする。ずっと使えるものってことだよね。自分の所有物としても。そうそうそう。家賃ってオーナーに渡しちゃう分だから自分の手元に部屋は戻ってこないわけよ。そうだね。ずっと借りれるわけでもないしね。そうそうそう。お家を買ってまあ僕の場合今回ローンを組んだんだけど、ローンを組めばその家賃より少なく支払いながら将来自分のものにできるんだよ、お家を。そうだね。だからもう早いうちに家を買っちゃえってことで買ったんですよね。借りるんじゃなくて買って自分のものにしようっていうことだよね。そう、自分のものにしちゃおうっていう。自由だからね。まああと俺の最大な理由が帰れるってことだね。ああ、家に帰れる場所そうだね。帰れる。確かに。わかるわ。もう贅沢な話、もう同じ建物にいるならその家族の家のとこ行けばもう帰ることになってるじゃんっていうことになるんだけど、そうじゃない。違うんだよね。言ってることめっちゃわかる。そうだね。少し距離離れたところで帰るお家があるっていう状況作りたかった。なんかこう田舎に帰ろうじゃないけどさ。そうそうそう。やっぱね、その自分のそのいつものテリトリー範囲からちょっと外れたところに行きたいんだよな。そう。帰ったなっていうやつがしっかりあるもんね。まああとね、なんだろうな、そもそもお家を買うっていうのも人生においてとてつもないまあ決断だね。でかいよ。でかいよ。まさかの自分の家族ができる前に家を買うっていう。ああ、そうだね。普通はさ、自分奥さん子供とかの家じゃなくて自分の母親とか父親に関しても。そうそうそう。使わなくなったら俺に戻してねって言ってんだけど。いや、そうそう。でも思うけど母ちゃんめっちゃ喜んでると思うな。そう、この話をしたい。まあ俺の母ちゃんは亡くなっちゃってるんですよ。前にね動画も上げてたんですけど、やっぱりその生前とかその亡くなる前とかにもやっぱり家欲しいっていう思いはあったし、ね家だった頃こそねその引っ越したいなって思いはみんなあったし、で実際その父親と母親も何度かこう家を買おうっていう挑戦はしてきてるわけよ。でその中でやっぱ叶わなかったこともあったのよ。それを聞いてね子供からしたらもう叶えてやりたいと。確かにね、そうなるよね。で若いうちにやった方が将来自分がさその60ぐらいになるわけかな、35年のローンを組んだんだけどのぐらいにこう自分のものになってればまあいいかなみたいな。でしかもなんか俺的にこう先にローンを組んどけば俺が働かなくなったらそれはもう帰ってないわけじゃないですか。でずっと永遠に俺が頑張れればいいわけだから、もう頑張るための燃料なんだよ。燃料だしエネルギーだし、俺がサボったら払えなくなるっていうプレッシャーにもなるんだよ。っていうのも作り出したかったのもある実際。いい緊張感だよね。ああ大事。お父さんお母さんに還元したかったっていう思いもあります。だからあれだよ、多分子供の頃からずっと思ってたこととかいろいろ聞いてた話をまあやっぱりしっかりと自分の聞いたからなんかしてあげたくなったってことだよね。してあげたくなったよ。でもな俺の過ごしてた家自体もやっぱかなりの
くせ者だったのでやっぱあの時は引っ越しますという時にはあんま話してなかったんだけど、かなり揉めた家だったんだよね。まあ今は話すけど、まあ引っ越したしね、例えばゴキブリが住み着いてるとか、あとネズミが壁の中にいるとか、あと天井雨漏りしちゃってるとか、そもそもが結構年季入ってたもんね。年季入ってるし、プラスこう家の関係上こう賃貸だし、直せる部分が直せなくて、確かにね、あー勝手に手出せないところもあるそうだよね。でその時の俺の心境的にもやっぱあの家を大事にしたいし、フィッシャーズとしてもお世話になった家だったから、うん、そうだね。だから長く続けたいなって思いもあって、実は修理の依頼したことあったの。それはそのオーナーだけじゃなくて、それいつもお世話になってる問屋さんとかにお願いして、今この状況で直したらいくらになるんですかって聞いたの。見積もりをね。そうそしたら大体200万円だったのよ。ああ、そうであの絵200万円かっつって、その時出す気ではあったんだけど、これもまた家の事情で、あの家って俺の部屋だけじゃねえんだよね。ああ、まあそうだね。合計でその3世帯分そうだね、そうだね。だから他の人にもこう許可を取らないといけないの。はいはいだからその壁も屋根もやっぱ共有してる部分だから、うんいろいろしなきゃならないなってことで、もう手放すしかなかったんだよね。ああ、より勝手にいじらなかった。そう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 ってな感じでね、いろいろ僕の中でもストーリーがあった中でこの家を買ったっていう話でした。いろんな関門を越えて今になってる。そうなんです、そうなんです。世代を超えていろんな人が使ってほしいっていう意味を込めてうんこの家を選びました。ああ、いいね。一大決断ですよ、本当に。いや本当にすごいよ。自分の家族をよりね、後世とかまあそのね後にそうそう、後世に繋いでいけるね場所として使ってほしい。長男だな本当に。本当だよね。もう素晴らしいな。まずは自分のためより家族周りを整えて、完成したら自分からでもそれがまあ自分のためなのかもしれないね。確かにねそれがね、そうかもそれがそのやっぱ周りを幸せにするっていうのが一個の自分のためでもあるから、それをクリアしてからじゃないと自分の考えにならなかったんだろうね。そう、家族が幸せじゃないと俺幸せじゃねえんだよね、自分が。心配になっちゃうもんね。そう、心配だし、なんかモヤモヤすんだよね。母親、父親、弟、妹、自分の家族もそうだし、この先俺ができるだろう家族もそうなんだけど、ひっくるめてよ、自分はその後でいい。そう別にいくら年取ってもいいから、その後自分が幸せになるように、そうもっとね。あんまり言わないしね、自分がこうしたいとかもあんまり言わないもんね。そうだね。そうね、基本的になんかみんなのことを聞くから、そういう人だからこそ出した決断の一番幸せな形だったんだろうね。家を買う、家を買うっていうなかなかないですよね。いやそういやまあ俺も周りで聞かないな。28で自分のおやすさんに家を買うっていうまだ本当にいないと思う。聞かないね。子供の頃からちょっと思い続けてた、まあ、夢というかね、叶えたいことだったんだろうなっていうのはそうね今伝わったわね。ずーっと言ってた。やっぱこうしたいなとかあったんだろうね。したいな、また俺自身も思ったしね、ぶっちゃけね、いやそうあの環境それは言ってたもんまあ言ってたね。中学ぐらいから言ってたからね。何よりマサイが思ってたんだろう。まあ僕の帰る場所ね、はい僕実家になるわけなんです。はい素晴らしい。その今後が楽しみですね。もうそうだよね。車で戻ってただいまっていうこの瞬間にこれが幸せですから僕たちは。まあこういういろんな悩みがあってやっぱ心がねちょっとやられちゃった時あったじゃん。いや病んでたよね。俺こうまたねいうのもあったんだよな。またシルクロードで相談しちゃったもん別にそれはいいんだけど。じゃないまたシルクロードで相談しちゃった。言わないよりそうそうそう、言わないように。でもまあそれを払拭するための打破するためのこの家でしょ。この決断だったマジで。家買うこと自体にもやっぱいろいろあったよ。巡らないとさ、自分の好きな家が。あ、いろんな家見ないとどうせ買うなら自分が一番好きな家がいいからね。ね。こういう話しようか。こういう話まあだしとんでもないからね、高いからね。めちゃくちゃ高え。めちゃくちゃめちゃ信じらんないぐらい高いんだからな俺。マイホーム高いですから。そうさすがにローンだよね。家族にどういう風に伝えようかなみたいな。家買うってね。確かにね家買うってまあでも家買う時の説明は大体こうしたい。オーナーにお金が行くより自分のために使ったおあー金が今後残るものになればいいって話してる。で親父もやっぱそれに賛成してる。お前ようやく気づいたかって言われたもんね。弁護士で。いや面白いな。それはおもろい。それは面白い。君の親父がおもろい。だから言ったじゃん。ここにお金使うお家買えばよかったの。そんな簡単に言うんだね。意外。なんかありがとうみたいな感じかと思ったら買えばいいんだよ。お父さんらしいわ。それはワクワクして言ってた。あ、そうだね。それするんだったらそっちの方がいいじゃん。そうそういうことだよね。
テンションが上がってそういうことね。根っからお前が買えよってわけじゃない。わけじゃないわけじゃないめちゃくちゃ嬉しいっつって嬉しいし、確かにそっちの方が損しないああ、そうね。楽しくていい。楽しい人なんだよなんかお前の家族だな。テンション上がってその言い方になるんだよね。バーベキューしようっつっていいじゃん。いいね。それはいいね。いろいろやる気満々ですねできるもんね。でこの家買うにもいろいろこう巡ったわけよ。デザインハウス、あるよね。デザイナーズルームっていうのがありますね。あるありますね。見るからにかっこいいっあていうところがあったりとか、まあ、あとは外国を意識したようあな外見のお家があったりとか、同じ家が何本も建ってるようなあ、最近の集集合住宅っていう分譲みたいな分譲のやつあるね。っていうのも見に行ったし、いろいろ巡ってって、はい最初にたどり着いたのがここだったんでね。なるほどね。でここを買う時のやつも結構な面白いエピソードがあって、そもそもここサイン書く前にサイン書いた家があったんだよね。あ、あったの。やめてこっちじゃん。そういやもうほんと十分なぐらいでかいし、ここだったらもう生活できるなっていう、もう俺の条件を満たしてた家が、お世話になってる不動産にサイン書きますって書いて、わあここ俺の家になるのか買ったぞってね。書いちゃったねサインっつって、親父と弟でいて、ここ俺らの家になるのかやべえなっつって、感動して、そこに庭があったのよ、で庭出て遠い方見たの、そこ見たらでけえ家だったの。あ未完成のね、あ、ちょっと見える範囲にあったんですよ。何も整ってない、はもう外とかコンクリとかもすらない土まだの状態の家がすげえ目に入って、あの家でかくねみたいな話になって、確かにでかいなっつって、あの家ご存知ですかって聞いたら、あれうちの管轄ですって言われて、見に行っていいですかって話したら、なんかでかそうだから。そしたらこの家だったって話だ。ああ、そうなんだ。じゃあその最初にサインした方の家は近くにあんだね。そうこれ近くなった。やめました。もう帰り入ってこうぜ。いや、だからサインしたから行こうぜ。初めてだよ。サイン簡単ですけどシュレッダーかけてってもらっていいですかってお願いして、今書いたけどね。だから未完成な状態でもうほんと電気とかもないブレーカーもない状態で一回ここ見て、で決めたっていうぐらいお気に入りのお家ですね。もう今時ねこれぐらいでかい家が建つっても珍しいらしくて、まあ確かにね。金額的な部分もあるし、土地が限られてるのもあるし、そういうのもあってなかなかに珍しい大きさのお家を手に入れもできたんだよね。っていうねいろんなストーリーがありましたよ。人生において大きな決断でしたね。頑張ったよ、本当にすげえ。まあこの先ねやっぱ俺もこのためにね頑張んなきゃいけないと思うし、俺的にはねこれも欲張りかもしんないし、この職業だからそういう夢が見れるのかもしんないけど、俺がむちゃくちゃ頑張ったらもう一軒欲しいっていうね、思いがあったります。セカンドハウス、セカンドハウス、別荘とかな。無理じゃねえじゃん。無理じゃない。そうだね。でしょ。でもそれぐらいの夢は持っといていいなと思ったのもあった。これで終わりじゃねえ。まああれ覚悟の差ですよ。まだ俺は続くんだって、思いのまま俺はまだ頑張っていこうと思ってるんで、そう俺はこれで終わりじゃないから。一個悩みが吹っ切れたんじゃないですか。吹っ切れて、よかったよかった。そうこれのおかげでなんかいろいろこう尖っていけるようになったもんね。ああ、そう自信がついたいろいろ。このままの俺じゃダメだなってちょっと前に言ってたからね。多分それが多分こういう決断の中で生まれたいろんなね、多分そのデメリットだったりメリットだったり考えた時にその感想になったんだろうね。そうね、この家を守んなきゃいけないからね。昔の俺は現状維持派だったんだけど、今は違う、変えよう、攻めのスタイルになった。攻めのスタイルになりましたね。これを機にね僕らも頑張っていこうと思うのでよろしくお願いします。わかりました。はいてな感じですかね。一生のうちに普通何度もないですから。そうだね。ないですよ。なんか僕の買い物もしたいなと思ってるんで、まあまたなんかそういう時があったらねこういう感じで紹介できたらと思う。逆に言ったらもうこれからできるってことだね。そうですね。まあ準備はしているんですけど、それも気になるね。まあこれを機にねもっとね僕もフィッシャーズの活動頑張っていければと思うのでよろしくお願いします皆さんね。いや、そうそう、おめでとうございます。おめでとう。おめでとう。普通におめでとう。楽しみですね。なんかどういう風に暮らしていくのかっていう。今ね、家族たちがどういう家具の配置するか。そうそう、そういうのもね面白いね。この先見れたらなと思うし、なんかたまにはそういう紹介もしたいよね。なんか今お父ちゃん何やってんの、あの家がこうなりましたみたいな。そうっていうのもやりたいし、まあ落ち着いたらねなんか許可取ってモヤモヤとかもしたい。ああ、そうですね。確かにいっね。ぱいありそうだな、ここも。ということで僕の夢そして家族の夢を叶えたっていう動画でした。素晴らしい。叶えたい夢はずっと心の中に持っといて、叶える気持ちで頑張ってほしいですね。口に出した方がいいね。はい、口に出すのマジ大事です。弾けなくなるからね。はい、そう大事ですね。弾けなくなるって大事。それは一個のあれだよね、今覚悟もあるよね。そう言っとくっていう、言っとく、この動画に残すっていうのはめちゃくちゃ今言っといたからってな感じで、はい、チャンネル、そうですね。
ごめんなさいごめんなさい。まあ他にもねいろいろ話したいことあるんですけど、まあねそれはまた後に話すんだと思います。ということで皆さんチャンネル登録ここから頑張れるね。やりたい放題いけるよ。そうですね。やっぱね守りじゃダメだよね。守りはね、ちょっとフィッシャーズらしくないですね。攻めまくってからこそのフィッシャーズ。武器をもっと持っとかないと。そこ続けるやりをねたくさんね。そうね大事ですから決断は多くていいですからね。ということで皆さんもねこう固い意志を持ったものを一つねちょっと考えてみてやっていただきたいですね。はい。ということでチャンネル登録口にどんどん出して。お前攻めすぎだろ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。せーの、ありゅー。まあでも大事なことですからね。まだ続けろかよ。動画見てくれてありがとう。セカンダリー、Twitter、Instagram、おすすめ動画ここにありけり。チャンネル登録よろしく。せーの、ありゅー。よせ。まずいよ。今年の漢字